はい、いて座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回少し更新が遅れてしまってご心配おかけしてすいません。ありがとうございました。今回は2月10日新月から2月24日満月までの流れをちょっと星の解説を含めながらタロットで見てみたいと思います。お願いします。はい、ちょっとお知らせなんですが、もしタロットリーディングとか占星術興味あるよっていう方は、私の方でやってるアストロ&タロットフレンズというメンバーシップをやっていますので、概要欄から詳細ご覧ください。もうすでにですね、300本以上の動画があり、全部見放題になっていますので、月1回勉強会とかもやってますので、よかったら皆様のご参加もお待ちしております。で、この2週間、星座の皆さん、星で見ると、移動が多くなったり、誰かとのコミュニケーションが活発になったりして、すごく知性が働く時ですね。だから何かを学んだり好奇心を満たしてあげるっていうのはとてもいい過ごし方だと思います。ちょっと見てみますね。あとですね、もう一つちょうどこの2月のねエネルギーとして冥王星という深いところからの力だったり、行動力とかチャレンジとか勇気っていう火星のエネルギーっていうのがピタッとひっついて、すごく自分の力として使えるっていうタイミングがあるんですね。それ2月の13日以降、14日とか15日とかそのあたり中旬っていうのはすごくそれが強くなります。ですので、伊手座の皆さんはおそらく日常を作っていくっていうのが今年の前半のテーマになっているんですけど、その日常を作っていくテーマの中で、なんとなく自分のまだ理想じゃないなっていう、理想の現実になってないっていうストレスを感じていらっしゃる方もいらっしゃると思うんですけどね、それを諦めないでほしいっていうか、それに対して底力出せるよっていうのがこの2月なので、2月徹底的に調べてみるとか、自分の欲しいもの、なりたいことを徹底的に調べてみたり、好奇心を満たすっていうふうにすると、深いところからなんかそこにつながるみたいな感じもあるので、ぜひ頑張ってほしいなと思います。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。2月10日からデビル、ラバーズ、ペンタクルスクイーン、そして節制逆、ジャッジメント逆、ペンタクルス7、太陽逆。はい、気をつけることは、対策はソード10の逆とスタート、オラクルははい、ワンドの9ですね。そうですか。濃い2週間ですね。まず最初に先ほど混ぜてる時に言ったように、何かねまだ自分にとって理想じゃないっていう、理想の現実じゃないっていう、何か解決したい問題があるとかいろいろあったとしても、それに対してのなんか行動していく力とか、その欲しい結果を引き寄せる力っていうのは使えますので、この2週間ねぜひめげずに使ってほしいなと思います。で、今はもしかしたらそのことで頭がいっぱいかもしれない。いやどうしよう、あのことどうしよう、もう本当にいい加減になんとかしないといけないのにどうしようみたいな、そういう思いがあるかもしれませんね。特に今その日常生活を作るっていうところが強調されているので、例えば仕事をもっと自分に合った仕事がしたいのにいい仕事が見つからないとか、そういう何か日常に関した悩みっていうのかな、なんかそういうのを感じやすいなっていうふうに思いますが、この今感じてるストレスがあるからこそ叶った時ですごく嬉しいので、これも必要なプロセスだと思っておいてくださいね。で、そのどうしようっていう思いに飲まれすぎないで、それをコントロールする力は自分にあるんだっていうところで動いていってください。で、ちょっとヒントとしてはもしですけど、そういう転職活動を探してるとか、何か新しいものを生活に取り入れたいと思ってる方にとっては、全く今まで経験のないことでもいいよっていう感じで言われています。これはラバーズっていうのは全く経験ないんだけど、初めてなんだけど楽しそうだからやってみるとか、そういうことやってみたかったんだよねっていう、自分の中に湧いてくるピュアな感覚を生かして取り組んでねっていうメッセージがあるので、未経験でも大丈夫とか、とりあえずやってみようみたいな感覚がいいと思います。そしてすでにここに至るまでになんか十分知識得てますよねって感じがしました。知識だけじゃなくて経験としても経験積んできてますよねっていう感じがあるので、なんかこんな資格持ってないとかまだ準備ができてないと思わずに、今の自分でできることやっていこうでいいと思います。十分できると思いますよ。で、
ただ現実探していくってなると条件が揃わないとか、こっちはこれがいいけどこれはみたいな、ちょっと今うまくカチッと合わない感じがあるんですね。でそしてそのなんとなくカチッと合わないなっていう状況のまま進めていって、いやでもなんだかなどうかなっていう形で悩みそうですけど、でも結果的にはなんていうのかな、悩むって言ってもね本当に苦しんで悩んでるわけではなくって、これって私の理想かなとかそういう感じで思ってるって感じなんです。本当にこれで良かったのかなとか、そんな感じ。例えば恋愛とかでも付き合ってるパートナーがいるけど、本当にこんな関係でいいのかなみたいなことを感じながら付き合ってるみたいな、でも実際は付き合ってるし喧嘩してるわけでもないしみたいな感じなんですね。そういう日常のちょっとした不具合だったりストレスっていうのは感じやすい時なんだなっていうのを踏まえた上で、自分の中から芽生えてくるこういうのやってみたいなっていう気持ちを忠実に持ってやってみてください。そしたら意外と悪くないっていうかね、とにかく動いてみたら何かにつながるんですよ。そして最終結果も太陽なんですね。で太陽、私から見るとまだ逆位置ではありますが、それでもね今感じているこのストレス、どうしようと思ってることはもう晴れます。もうよかったみたいな感じになるので、かなりこの2週間で動きが出てくるんじゃないかなと思います。で思い切ってやってみてねって感じが出てますね。これは怖いんだけど言ってみてねとか、怖いけどアプローチしてみてねとか、何かそういうちょっとやっぱりこの2月ってね水面下でね自分の力がムクムクと湧いてくる時なので、この力をぜひ使ってほしいって思うんですよね。自分の望むようにね。でそれを自分の理想のさっき言った理想の現実にするための力として使ってほしい。でそうすることでまず一つ悩みは一つ消えますよと言われてます。で現状としてはやっぱりね本当に人って99% の幸せよりも1%の不満足の方に意識を向けやすいんですけど、十分今の自分でできることやってねっていうのがメッセージだと私は思いました。どうしてもまだまだ自分はまだ足りてないとか、まだ準備ができてないって言って現実を引き伸ばしてしまいそうですけど、このちょっとトータル的なメッセージとして言うと、この2週間というのは十分自分で動かしていく力がある、自分には十分備わっているっていう感覚があるので、それを信じて一歩進めてみてください。そうするといい感じですよ。特に2月のね17日17日以降はそういう友達との関係とかコミュニケーションもいいし、何かがつながるって感じもするんですね。そして2月の19日以降はねちょっともう一回落ち着こうみたいな感じがあって、ゆっくり考えてみようっていうちょっと動きが止まりやすい時なので、できたらその24日までにというか20日ぐらいまでにもう何かのきっかけだけ作っちゃうみたいにするといいかなと思います。はいという感じかな。これをもしなんとなくですけど先ほどの転職活動してるんだとかいう方にとってはバッチリの条件じゃなくてもとりあえずどっか行ってみてみたいな、そしたらなんか動き出すっていうのもありますし、調べるのには今がいい時なんでね。でもし人間関係で言うと人間関係とても楽しめそうです。新しい関係もそうだし昔の友達もそうだし、本当に久しぶりみたいなそんな感じの楽しいこともあるんですけど、何かが自分を100% 喜ばせないみたいな感じがあるんですね。でそれ何かって多分今気になってらっしゃる何か気になってることがどっか頭の隅にあるから100% 喜べないってことかもしれませんが、今はそれでも人間関係活性してやっていってください。でもし人間関係で悩んでいるっていう方だとしたら、その関係の中でちょっと一撃を食らわすというかはっきり言ってみるっていうのもいいと思いますよ。なんか揉めたくないし嫌われたくないから言わないっていうよりも、なんか今ははっきり言っていいのかなっていう感じがしますね。それによってもし壊れたとしてもそれは痛手にならないし、むしろそれによって本当に自分が築きたい関係に近づいていけるっていう感じがあるので、気持ち的にはすっきりしそうですけどね。なのでポイントとしてはちょっと相手を批判するっていうエネルギーで言うのではなく、自分にとっての真実はこうだよっていうことではっきりと言うことによって収まるって感じがしました。はい、ちょっとオラクルもうちょっと見てみようかな。
ソードのナイト、走っていくみたいなね感じもありますし、ページのペンタクルス、ペンタクスのナイトも出ていますので、とにかく自分の中でこう湧いてきた思い、何でもいいです。ちょっとやってみたいな、勉強してみたいなでもいいし、理想じゃないけどとりあえず今は生活のためにこの仕事してみるかとかでもいいので、やってみるとそこからまたね新しい歴史を作っていけるよっていうふうに出ているので、なんとなくですけどこの今のね2週間っていうのは自分のために好きな方向に動いてくださいって感じがしました。ということでここまでにしておきます。また次回は2月24日までに次の動画をアップしたいと思います。ということで最後までご視聴ありがとうございました。ぜひいい時間をお過ごしください。失礼します。